不妊治療のために訪れた病院で、夫と一緒に診察を待っていると、見知らぬ看護師が夫に声をかけてきた。娘さんの体調はいかがですか？私は不妊なので、娘などいるはずがない。おかしなことを言うものだと思い、私が不妊であることを告げると、看護師は驚いていた。隣の方は昨日の旦那さんでは？次の瞬間、看護師は何かを察したように立ち去っていったが、不審に思った私は看護師を追いかけて話を聞くが、私の名前は佐藤薫。30歳の会社員だ。夫の修とは高校時代の同級生で、その頃からの付き合いから結婚した。23歳で結婚してから7年が経つが、私たち夫婦はなかなか子宝には恵まれていない。私たち夫婦は共に子供好きで、結婚当初から早く子供が欲しいと話していた。それに、妊娠には25歳から35歳が適していると聞いていることもあり、それまでには妊娠したいという思いが私にはあった。しかし、私には無症状だったが、子宮筋腫があり、妊娠しにくいことが分かったのだ。そこで夫とも相談し、不妊治療を始めることにした。最初、夫は35歳まではまだ数年あるのだからと反対していたが、私が必死に頼み込むと、しぶしぶと不妊治療に承諾してくれた。とはいえ、都市部とは違い、私たちの住んでいる地域には不妊治療を専門にしている病院は数少なかった。通院のしやすさ、生殖専門医がいること、治療実績などを調べて検討した結果、地元で唯一の総合病院で治療を受けられることを知り、私たち夫婦はその病院へ通うことにした。夫は最初こそ仕方なしに私に付き合っているという様子だったが、通院するにつれて先生と気が合うのか、いろいろと熱心に質問をするようになった。夫が我が子を切望していることを改めて知ることができたし、何よりも私は夫が治療に前向きになってくれたことが嬉しかった。しかし、治療を始めてからもうすぐ2年が経つというのに、私は未だに妊娠には至っていない。このまま高額な治療を続けていてもいいのかと悩むこともあった。だが、その度に夫の俺もついている、一人で頑張らなくてもいいという言葉に励まされてきた。月に何度かある通院も私一人ではとっくに心が折れてしまったかもしれない。だからこそ夫の存在は大きかった。そして翌日の通院日には夫が半休をもらい、一緒に診察を受けることになっていた。いつものようにリビングで夫とくつろいでいると、夫の携帯が鳴った。夫は職場からだと私に言いながら電話を受けるとリビングを出て行った。しばらくすると戻ってきたが、なんだか慌てた様子だ。電話、何だったの？大丈夫？すまない。取引先に納品するはずのものが手違いで届いていないらしいんだ。今から職場に戻って確認しに行かなくてはならなくなったんだ。今から？もう遅いのに。それに、明日の通院はどうするの？わからない。もし朝になっても戻らなかったら、申し訳ないけれど、一人で病院に行ってくれないか？わかったわ。そして夫は、すまないと言い残し、家を出て行った。仕事では仕方がない、と思いながらも、私は途端に不安になった。最近は治療で使っているホルモン剤の影響もあって、太り始めていったり、少し体調が良くないことが多いので、夫がいないというだけで、こんなにも心細くなるのか、と思ったのだ。翌朝、私が病院に行くために準備をしていると、
夫が帰宅した。少し疲れた様子ではあったが、仕事の方は何とかなりそうだと聞いて、私は安心した。よかったわね。本当に何事もなくてよかったよ。軽くシャワーを浴び、着替えている夫に声をかけると、明るく笑っていた。少し遅くなってしまったけれど、予約時間には間に合うかな。さっき電話をして確認したけれど、大丈夫だって。夫が支度を済ませるのを待って、私たちは病院に向かった。予約の順番は変わってしまったが、こちらの都合で遅れてしまったのだから仕方がない。夫と二人で待合室の椅子に座って待つことにした。町で唯一の総合病院なので、病院はとても混雑していた。持ってきた本に集中できなかった私は、廊下を往来している人たちの様子を眺めていた。不妊治療外来は、産科や小児総合外来が同じ階にあるため、お腹の大きな女性や小さな子供を連れた人も多かった。私はいつか私もあの人たちのようになれるかしら、と羨望と不安と少し嫉妬が入り混じったような何とも言えない気持ちでそれを眺めていた。すると小児科の方から歩いてきた看護師が夫に声をかけてきた。あら、娘さんの体調はいかがですか？看護師の言葉に夫は持っていた雑誌で顔を隠した。昨夜は大変でしたね。でも入院にはならなくてよかったです。看護師は夫の態度を気にする様子はなく話を続けた。それからお父さんが忘れた財布は事務局でお預かりしてますよ。ちょっと変わった色目なので特徴言ってくれたらお渡しできると思いますから、診察が終わったら事務局に声をかけてくださいね。私は何も答えない夫に代わり、看護師に声をかけた。別の人と間違いではないですか？私たちは不妊治療中で、まだ子供はいないんですが。え？私の言葉に看護師はびっくりした様子で夫の顔を再び見つめた。そして昨日の旦那さんではと言いかけ、そのまま黙ってしまった。申し訳ありません。人違いでした。何かを察したように去っていく看護師と顔を見られないようにしている夫の様子を見て、私は違和感を感じていた。一体何だったんだろうな。夫は看護師が遠ざかっていくのを確認すると、ぎこちなく笑っていった。世の中には似た人がいるっていうものね。そうだな。どのくらい似ているんだか。そうね。ぜひ会ってみたいわ。どのくらい似ているのかしら。そうだな。俺も会ってみたいな。ごめんなさい。私、ちょっとトイレに行ってくるわね。そーっとに告げると、私はさっきの看護師の後を追った。看護師は私に気がつくと、気まずそうに視線をそらせたが、私は構わずに声をかけた。看護師さん、さっき言っていたお父さんって本当に私の連れに似ているんですか？いえ、私の勘違いです。全く視線を合わせようともしない看護師の様子を見て、私は確信した。ここで私がしつこく尋ねても、コンプライアンスもあるのだから、看護師からはこれ以上は詳しい話は聞けないだろう。そうですか。お忙しいのに引き止めてしまい、申し訳ありませんでした。こちらこそ、申し訳ありませんでした。いいえ、人違いなんて誰にでもありますから。私の言葉に少し安心した様子で、看護師は去っていった。待合室に戻ると、夫は雑誌を広げたまま考え事をしていた。何度来ても院内が広いから迷っちゃうわ。そうか。まだ診察室に呼ばれていないの？待ち時間も長くて退屈しちゃうわよね。
そうだな。少し眠くなってきたな。呼ばれたら起こすから少し寝たら？昨夜は大変だったのでしょ？ああ、そうしようかな。私が先ほどの看護師の言葉を気にした様子もなく笑っているからか、夫はあからさまに安堵していた。あの看護師の言葉で尻尾を出すくらいなら、とっくに私も気がついていただろう。私はこの場ではとりあえず引くことにした。このままこの人を油断させておいて、いろいろと調べればいいと考えたのだ。それから1時間後、やっと診察を終えると、夫は院外で携帯のメールをチェックしていた。そして、会計を待っている私に仕事が入ったと話し、そのまま一人で帰っていった。私は夫を見送ると、その足で更新所を訪ねた。それから3週間後、依頼した更新所からの報告書を受け取った私は、思ったよりも集まった夫の不定の証拠を前に、呆れるしかなかった。浮気相手の女性の正体は、以前に夫と同じ会社で働いていた人だった。そして、その女性との間には、もうすぐ2歳になる女の子もいるらしい。調査を依頼した2週間の間に、何度も女性の家に夫が出入りする様子や、女の子を抱いてあの病院に出入りする姿が写真に収められていた。そして週末、私は両親と義両親を自宅に呼ぶことにした。双方の両親には今日のことをあらかじめ話していたので、表情は硬い。特に私の両親は夫を睨むように見つめていた。夫はそんな両親たちの様子に戸惑いながら私に尋ねてきた。なんだよ。親まで呼んで話なんて。私が口を開こうとした瞬間、インターホンが鳴った。すみません。お客様がいらしたみたいなので、少し失礼します。私は玄関に向かい、今日招いていたもう一人の客を出迎えた。夫はその人の姿を見た途端に青くなり、言葉を失った。なんで？全員集まりましたし、早速話をさせていただきますね。おい、何なんだよ。それはあなたが一番わかっているのではないの？オサム、座れ。私に掴みかかろうとする夫は義父が制止した。夫が私から離れたのを確認し、私は更新所の報告書から写真を取り出し、一枚ずつ並べながら話し始めた。先日、病院でのあなたと看護師さんの態度が気になったので、更新所に素行調査を依頼したの。はぁ？うまくごまかせたと思っていた？同じ階にあるとはいえ、小児科と婦人科だし、わからないだろうと考えていたのかもしれないけれど、この辺りでは、あの病院にかかる患者が多いのよ。あなたが油断していたから、私に知られることになったのでしょうね。運が悪かっただけだ。とりあえず、こちらを見ていただけますか？おさむさんと、こちらの女性の浮気の証拠です。続いて、私が報告書の内容を読み上げると、その場にいた全員が黙り込んでしまった。お前というやつは、それは、カオルさんから聞いてはいたけれど、隠し子までいるなんて。お子さんの年齢から考えても、もう3年近くは続いている関係なのでしょ？ああ、その通りだよ。女性は黙ったまま、ガタガタと震えていた。夫との関係が私にバレたらどうなるか分かっていただろうに。私はため息をつくと話を続けることにした。お子さんもいらっしゃることだし、私とは別れましょう。なんでお前がそんなに偉そうなんだ？偉そう？でも、有責配偶者であるあなたからは離婚を請求はできないのよ。私が同意しなくちゃ離婚は成立しないでしょ？そもそも、お前に子供ができていたら
浮気なんてしなかったんだ。それなのに、その態度はなんだ？それなら、私と離婚してから、この人とお付き合いすればよかったのではないの？俺はお前に不満があっても我慢していたんだぞ。お前の病気も、不妊だったことも、俺は我慢をしたし、突然、不妊治療をしたいと言い出したのも、受け入れたっていうのに、治療を始めた途端に太って、お前にだって、瑕疵はあるじゃないか。確かに、私が原因である不妊だし、申し訳ないとは思っているわ。不妊治療の過程で太ったことは、薬のこともあるので、仕方ないと思ってほしいけれど、あなたがそのことに嫌悪感があって、それを話し合えないような関係だったことも、反省はしているの。でも、それが浮気をしてもいい免罪符にはならないと思うわ。私の不妊が原因なら、この人と付き合う前に、私と離婚をするべきだった。私が不妊治療を提案した時には、子供が生まれていたのでしょ？それなのに、私と離婚もせずに、この人との関係を続けていたのは、あなたなのよ。もう夫としても、いえ、一人の人間としても、あなたを信頼できない。これが私があなたに離婚を申し入れる大きな理由よ。その後、私たちはすぐに別居し、話し合いを続けることになった。私の両親だけでなく、義両親も私の味方になってくれたが、夫から、子供がいるのに慰謝料を取ろうなんて、と言われてしまい、揉めることになったため、何度も弁護士を通して話し合うことになり、その後は調停を経て、私たちの離婚は成立した。夫と女性は幼い子供を抱えているので、生活に支障が出るような金額を請求したくはなかったが、弁護士費用も含めて一人250万ほどを受け取った。支払いのために貯金だけでなく、車などを処分しなくてはならなかったらしく、夫は不満だったようだ。そんな泥沼の離婚劇を繰り広げたからか、社内での不倫が理由だったからかはわからないが、夫は会社を解雇されることになったのだと聞いた。義両親からも絶縁され、女性や子供のために単身、住み込みで仕事をしているのだと聞いた。そして私たちの離婚が成立してから数年後、元夫から突然、携帯に電話があったのだ。登録されていない番号からの着信で出てしまったが、携帯の連絡先を変えておけばよかったと思った時には、後の祭りだった。何の用？冷たいな。夫からの電話なんだから、もっと愛想よくしろよ。元夫でしょ？再婚すれば、夫に戻るじゃないか。それよりも聞いてくれよ。あの時の娘なんだけどさ、何か成長するにつれて、俺には似ていないことを疑問に思って、DNA 鑑定をしたんだよ。そうしたら、実は俺の子供ではなかったんだよ。え？それであの女とは別れたんだ。だから、お前とやり直してやろうと思ってさ、俺にはやっぱり、お前しかいないんだよ。何を今更。私には、もう新しい家庭があるの。独身だったとしても、あなたと再婚なんて、冗談じゃないわ。そんなこと言うなよ。この前、お前が赤ん坊を抱いているのを見かけたんだ。あれは、俺の子だろ？はあ？なんでもう何年も前に別れた、あなたの子供だと思うの？人工授精とか、不妊治療の時に、そんなことも考えていたじゃないか。そうなんだろ？私が抱いていたのは、今の夫との子供よ。あなたが父親ではないわ。嘘を言うな。だったら証拠を見せろ。なんで私がそんなことをしなくてはならないの？お断りします。そう言って電話を切ると、私はすぐに連絡先を変えた。すると、今度は私の実家にまで電話をしてきたり、私の連絡先を教えろと訪問するようになったのだという。両親は気にするな、と言ってくれたが、私は両親にこれ以上は迷惑をかけないためにも、証拠を突きつけることにした。子供と元夫の DNA 鑑定をし、
双方に親子関係がないという検査結果を送ると、ようやく諦めたようだった。どうやら元夫は離婚後に病気が原因で生殖機能を失ってしまったらしく、くしくも今回のことで自分の子供がこの世のどこにも存在しないことが証明されてしまったのだ。病気が原因とはいえ、あれほど絶望していた我が子を望めなくなったことは気の毒だと思うが、人のことを蔑み、今まで勝手なことをしてきたことの因果だ。そんなことよりも、私は現在の夫と子供と共に新しい家庭で幸せになることだけを考えていこうと思う。